あなたは逃げおおせたところを見ると素質はあるらしい。独房の。君が大佐のメリルか。やっぱり違う。誰なのあなたは。君の叔父にはめられてこんな僻地まで来た哀れな男だ。一人で？何それ、英雄にでもなろうと思ったの？武器も持たずに。あの時のことには礼を言うが、その辺で説教はやめてくれないか。大佐譲りだな。叔父とはどういう知り合い？腐れ縁だ。名前は？これまで名前が必要になったことはない。あ、もしかしてスネーク？ソリッドスネークなの？そう呼ばれたこともある。伝説の男、あなたが。さっきはどうも味方だとは知らなかった。こっちは分かったさ。どうして？君の目だ。戦士の目じゃない。新兵の目でしょ。いや、人を慈しむ目だった。さすがは伝説の男ね。いきなり口説くつもり？会えば伝説じゃなくなる。現実に直面すれば幻滅するものだ。そうでもないわ。俺の顔を見て驚いていたようだが。ええ、そっくりだったから。テロリストのリーダー、リキッドスネークか。ええ、知ってたの？まさか兄弟とか。俺に家族はいない。じゃあどういうこと？さあな、奴に直接聞くさ。それよりも情報を教えてほしい。君は最初から今回の演習に参加していたはずだ。ここで何があった？私も演習には当日合流したばかりだから。構わない。まずこの基地は何だ？ただの核兵器廃棄所とは思えん。なるほど、連中のやりそうなこと。本当に何にも知らされていないのね。いいスネーク、ここは表向きは核兵器廃棄所だけど本当は違う。アームズテック社のダミー会社が所有する基地なのよ。ここが民間の基地？そう、メタルギア開発のためのね。大佐め。そしてその模擬核弾頭発射演習のために次世代特殊部隊とフォックスハウンドが招集された。なぜフォックスハウンドが？メタルギアの開発を極秘裏に進めたかったからよ。フォックスハウンドは未だに影の部隊だから隠密行動にはもってこいなのよ。しかし模擬弾頭発射実験ならこれまでも行われていたはずだ。なぜ今回に限って？メタルギアの正式採用を決定するための最終的実戦演習、そう聞いてるけど。怪しいものだ。それでテロリストの目的は？ごめんなさい、放棄の後すぐにベーカー社長と一緒に捕まってしまったから。そっか。その時牢獄でベイカーから起爆コード解除の鍵を預かってるだろう。ええ、大事にしてるわ。奴らによく奪われなかったもんだ。女は男と違って引き出しをいくつも持ってるの。ベーカー社長だったのね。保護したの？いや、彼は死んだ。え心臓発作だった。ダーパ局長と同じく。え、局長も心臓発作で？ああ、彼らには何か持病が？いえ、聞いたことないわ。二人続けてとなれば偶然とは思えん。きっと何かある。そう、でも心当たりはないわ。そうか。メタルギアの開発者を知っているか？エメリッヒ博士のこと？そうだ。彼は無事なのか？多分北にある核弾頭保存棟の地下2階よ。そこの研究室フロア。地下2階だな。ええ、彼の研究室があるらしいの。そこで核発射のプログラムを強いられてると思うわ。それが終わるまでは生かしておくつもりだな。準備作業が終わるまでに何とかしないと。ああ、起爆コードの解除が間に合わなかった時のためにメタルギアの破壊方法を聞いておかなければならない。破壊ですね、ク。あなたあれとやり合うつもり？別に今回が初めてじゃない。博士の監禁されている核弾頭保存棟に行くには？この建物の1階、エレベーターの横に北への運搬口がある。そこの扉のセキュリティレベルは？ 5よ。大丈夫、私カード5を持ってるから。分かった。俺はこれから博士の保護に向かう。君は？私も一緒に行くわ。ダメだ。新米はどっかで隠れてろ。新米じゃないわ。口だけではダメだ。敵に向かって一瞬でもためらったら終わりだぞ。二度も幸運は続かない。私引き金がすぐに引けなかった。訓練ではちゃんとやれたのに、指を引くだけで
相手の命が終わってしまうと思うと怖かっ訓練で的を撃つのとはわけが違う。た。私、軍人になることをずっと夢見てきた。実戦に向けて毎日毎日訓練をしてきた。でもどうだ、もうやめたいか？やめられない。やめるわけにはいかない。人を殺してショックを受けないのは異常者だけだ。罪悪感のない殺人は新たな殺戮を生む。戦場では普段は封印されている残虐性や闘争本能が顔を出す。戦場では戦争という名のもとに罪の意識は緩和される。でもこれは戦争じゃない。テロよ。精神が安定してないのはコンバットハイの反動だ。大量に分泌されたアドレナリンが薄れ始めてるから結論を急ぐな。コンバットハイなら講習を受けたわ。今は議論はやめよう。生き残ることだけを考えろ。ここから生きて帰れたらゆっくり考えてみる。分かった。言い方を変える。俺の邪魔はするな。食えない男。おじから聞いた通り。ほら言った通りだ。現実に直面すれば幻滅するものだ。そうみたい。わかったスネーク。おとなしくしてるわ。博士を保護したら合流しよう。それまで鍵を持っていてくれ。ええ、大事にしてる。それとここの基地に関しては私の方が詳しいわ。何かわからないことがあったら連絡して。気をつけるんだぞ。運搬口の扉を開けたらコールするわ。スネーク？せっかちなのねあなたって。焦らないで。運搬口を開けるにはあとちょっとかかるわ。扉を開けたらコールするからもう少し待ってて。大佐、安心しろ。メリルは無事だ。そうか。メリルさん強いのね。尊敬しちゃうわ。素質は十分だ。スネーク、ありがとう。まだ任務は終わってない。これからだ。どうやら赤外線センサーが仕掛けられているようだ。なんとか赤外線をくぐり抜けるようにしろ。スネーク、そこには赤外線センサーが仕掛けられている。支援の煙なら赤外線センサーが見えるはずだ。あいにくこいつは煙の出ないモスレムなんだな。副流煙の出ない先寄りタバコか。意外と軟弱なものを吸っているんだな。だが口から煙を吹きかけるようにすれば赤外線は見えるはずだ。支援がこんなところで役に立つとはな。だが吸いすぎには注意しろ。体力が減ることは間違いない。呼吸器系にも影響が出る。
スネーク、そこには赤外線センサーが仕掛けられている。支援の煙なら赤外線センサーが見えるはずだ。スネーク、そこには赤外線。スネーク、そこには赤外線センサーが。ファマスを手に入れたか。ファマスはブルパップ式のアサルトライフルで故障が少なく低音にも強い信頼できる銃だ。連射速度は毎分900から1000発。フルオート操作をすると25発の弾倉は数秒で空になってしまう。気をつけろよ。スネーク、運搬口の扉のロックを解除しといたわよ。ありがとう。君はどこに？あなたの見えるところよ。あまり派手に動くなよ。大丈夫。こっちは敵兵士の服装でカムフラージュしてるから。君の歩き方を見ればすぐにバレるぞ。どういう意味？いいんだ。聞いてスネーク、運搬口はエアロックになってるの。赤外線センサーが配置してあるわ。気をつけて。見つかるとガスが噴出する仕掛けになってる。ガスか。それじゃ核弾頭保存棟で会いましょう。おいメリル、待て。おとなしくしてる約束だぞ。気が変わったの。やけになるな。そういう時が一番危険だ。自分が本当にこの道を進むべきなのか、戦いの中で答えを探してみる。奴らは殺しのプロだ。死ぬぞ。じゃあ
気をつけてスネーク。そのエアロックには赤外線センサーが仕掛けられているわ。肉眼では見えないでしょうけど、壁から何本も赤外線が出ているのよ。それに触れると扉が閉まって毒ガスが吹き出してくる仕掛けになってるわ。そうなったら命はない。なんとかセンサーを避けて進んで。スネーク、気をつけろ。そこにはクレイモア地雷もセットされている。地雷探知機を使う。あんた誰だ？ディープスロートとでも名乗っておこう。ディープスロート？ウォーターゲートの内部告発者か？そんなことはどうでもいい。バースト通信ではないな。近くにいるのか？いいか、お前の前方に M1 戦車が待ち伏せしている。お前は誰だ？ファンの一人だよ。大佐、部外者から無線が入ってきた。ああ、こちらでもモニターしていた。通信システムに関してはメイリンが詳しい。彼女に説明してもらおう。確かに部外者でもあなたの無線の周波数を知っていれば連絡は可能なの。でもどこでそれを知ったのかな。回線周波数は極秘なのに。情報が外部に漏れている。そうとしか。メイリン、奴がどこから通信してきたか分かったか？ごめんなさい、電波が弱すぎて特定することができなかったの。でも近くにいることは確かよ。スネーク、とにかく地雷原を抜けなければ先には進めないぞ。何か用？スネーク。中国では欲多ければすなわち正義を破るっていうことがあるの。欲をかくと体を痛めることになるって意味よ。アイテムを取るのに欲張りすぎると怪我をするわ。気をつけてね。
蛇は似合わん。迷い込んだとしても見逃すわけにはいかん。まずは挨拶からだ。いいぞ、その調子だ。ひざまずくがいい。蛇よ、大地を這い回るがいい。さあ、本番だ。スネーク、敵の戦車砲は強力だ。そのままでは狙い撃ちだぞ。何か方法があるはずだ。ナスターシャに聞いてみろ。彼女は兵器関係に詳しい。 M1 戦車の電子装置メトロニクスは極めて性能が高い。照準を一度ロックオンされたら自動追尾する。手法は 3000m まで有効だ。接近するにはこの電子装置を撹乱するしかない。チャフを使え。電子装置を撹乱して手法の1000回範囲内まで接近すれば手法は意味をなさなくなる。遠距離ではチャフを使って電子装置を欺くんだ。僕もやってくれたな。ボス、これでいいのか？ミスミスカードをくれてやったようなもんだ。まだ奴は泳がせておけ。奴を甘く見ない方がいい。どうだ、あの男は。確かにボスの目に狂いはない。戦場に息吹を吹き込んでくれるあんたと同じだ。さすがにあんたの私の気持ちが分かったか。奴は私が仕留める。腕を切られて逃げ帰ったらしいじゃないか、ユアンの大将。なんとでも言え、シャーマン。アメリカインディアンのスー族のスーはインディアン語でヘビを意味する。ヘビは恐れられている生き物だ。私はあいつを愛してしまったようだ。あいつを可愛がってやりたい。まだ泳がせておけ。俺は奴ともう一度戦うことになる。いつもの予言か。そうだ、機体のレイブンが奴を欲しがっている。スネーク、呼んだ？
は災いを免れる尊ぶ。知ってる？知恵の尊いところは災いを免れるという点にあるって意味よ。スネークも知恵を絞って敵や罠から逃げてね。すごいわスネーク、戦車を倒したのね。何大したことはない。だが君が訓練でやってた VR シミュレーションには単独で戦車に立ち向かうなんて設定はなかっただろうな。ええ、もちろん。でも単独潜入してきた特殊部隊員と協力してテロリストと戦うなんてシミュレーションもなかったわよ。現実では予想もしていないことばかりが起こるものだ。特に戦場ではな。私はもう核弾頭保存棟に潜り込んでる。エメリッヒ博士はまだ無事でいるみたいだけど、この先どうなるかわからないわ。早く来てね。スネーク、そのフロアでは武器は使うな。ナノマシンを使ってあなたが武器を使えないようにしておいたわ。何？俺を死なせたいのか？忘れたの？そこは廃棄核弾頭の保存庫なのよ。ああ、たくさん箱が積まれているが、これが全部。そう、廃棄核弾頭だ。置きっぱなしか。ベイカー社長の言った通りだな。ずさんな管理だ。費用や人員は常に限られているからな。メディアに対しては聞こえの良い言葉で体裁を繕っていても、実情はこれだ。そのあたりのことはナスターシャが詳しいはずだがな。そこに積まれてる核弾頭、起爆装置は外してあるはずだから爆発はしないと思うけど、弾頭が壊れてプルトニウムが漏れ出したら大変なことになるわ。注意しろ。そのエリアでは武器は絶対に使えない。いいな。Bruce Wayne is Batman! That's absurd. I know Bruce Wayne. If he's Batman, I'm the King of England.